今日はゆあちゃんの発達障害に気づいたきっかけの話をしようと思います。ゆあちゃんがちょっとなんかおかしいなって思い始めたのは1歳、過ぎたぐらいからですね、10ヶ月とかそれぐらいからなんかちょっと他の子と違うなっていうのを感じ始めて、で1歳過ぎたあたりからだんだん気になることが増えていって、でもしかしてっていう風に思うようになりました。で一番気になったのはやっぱり名前を読んでも何も反応しないで、目が合わないっていうのがあって、あとやっぱりうちは上の子が1歳7ヶ月上のお姉ちゃんがいてるので、お姉ちゃんがちっちゃい時どうやったかっていうのとどうしても比べてしまってて、でお姉ちゃんは何ヶ月の時にこんなんやったのになっていうのが比べる対象としてあって、でそのお姉ちゃんと比べた時にできないことが多すぎた。で1歳までの間もなんかあんまり笑わなかったりとか、あんまり反応しなかったりとか、あとママの後追いっていうのも上の子はすごいひどかったんやけど、下の子は一切後を追ってこない。ママが普通1歳までの赤ちゃんってお母さんがおらへんかったらギャーって泣いたりとか、姿が見えなくなったりギャーって泣いたりとかするのに、ユアはそういうのが一切なかった。でほっといても全然大丈夫な子やったんですよねっていうのがあったりとか、あと指差しを一切しないで、発語がない、なんか喋り出す気配がない、わけのわからへん、なんか日本語になってないような宇宙語みたいな言葉を喋ったりとかもすると思うねんけど、そういうのもない。あーとかうーとかそれぐらい。でもそれもほとんど喋らないから耳が聞こえてないんかなって思ったりとかしてました。でその辺が一番不安やったかな、1歳過ぎたあたりから。であとは1歳ぐらいまでは何でも食べてたのに、1歳過ぎたあたりからもうツナ缶とか、あと鮭フレークとか、もうご飯にツナ缶か鮭フレークみたいなのしか一切食べなくなって、すごい偏食がひどかった。でも見向きもしないで、食にすごい困ったりとかしてたのもすごい気になってました。でだいたい8ヶ月とか10ヶ月ぐらいから大人の真似をしてバイバイってしたりとか、なんか身振り手振りを真似する時期ってあると思うねんけど、それも全然なくって、もう何にもしなかったです。真似する気配もない、教えても興味がないっていうか、そもそもコミュニケーションをちゃんと取れてないっていうか、その話しかけたりとか遊んであげようとしたりとかしても全然興味を示さない。おもちゃとかにも全然興味を示さなくって、なんかずっと一人の世界でずっと一人でなんかしてるみたいな感じやったから、なんか人をこの子は認識してるのかなそもそもっていう、なんか人が見えてるのかなっていうようなレベルやったりとか、あと、テレビも最初は全然興味がない感じやったんですけど、テレビを見出していないいないばあとか見出したんですけど、上の子は結構踊ったりとか振り付けを真似したりとかして結構リズムに乗って踊ったりとかしてたんですけど、それが一切なかったです。もうめっちゃ毎日毎日見てるのにリズムに乗ろうともしないし、もうただ呆然とじっと見つめてるだけ。全然なんか踊り出す気配がない。で何度見ても何度見てもそのダンスとかに上達がない。ちょっとなんか動いたりとかする時もあるんやけど、全然その上達が全然なかったっていうのがなんかすごい気になって、もうそれぐらいからですね、なんか違うって思い出して、
ですごい検索したりとか、何ヶ月喋るのが遅いとか、なんか変色とか調べたりとか、発達障害症状とかって調べたりとか、なんかチェックリストとかあって、そういうので調べてみたりとか、なんかそういうことをし始めたのがそれぐらいでした。1歳半1歳9ヶ月検診かなんかがあった時に、ちょっとなんか項目あるじゃないですか。なんか積み木を積むとか、色を線を描くとか、なんか何個かテストみたいなのあるじゃないですか。どれも全然できなくって、でこれできますかこれできますかっていう質問にも全部できない。でそれでちょっと居残りさせられて、で相談したんですけど、その時はまあ1歳9ヶ月とかってまだ実際わからないから、ちょっと様子見ましょうみたいな感じやったんですけど、もう私的には明らかにおかしいって思ってて、でもおかしいけどまだ1歳やから、なんかちょっと人より発達が遅いだけっていう風に自分を言い聞かせてる。もう言い聞かせる毎日、全然おかしくない、ちょっと人より遅いだけやから大丈夫みたいな感じでずっと言い聞かせてました。言い聞かせることでなんか自分を安心させてたところがあって、ユアが発達障害やったらどうしようとか、なんかユアが障害を持ってたらこの先どうなっていくんやろうっていう不安がすごいあって、なんか大丈夫、なんかこのまま遅いけど発達していって普通の子と同じようになっていくから大丈夫みたいな感じですごい言い聞かせてましたね。だけど心の中では全然大丈夫やと思ってなくって、どうしようどうしようっていうのがすごい頭に常にありました。で1歳ぐらいまではなんかすごい育てやすい子やったんですよ。お人形さんみたいで全然ぐずらない、泣かないで、夜もよく寝るしっていう感じで、なんかお人形さんみたいな子ですねってよく言われてて、でも逆に感情があるのかなっていうのをすごい、なんかこの子全然無表情なことが多くって、なんかこの子ほんまに感情があるのかな、感情なくした子みたいやなみたいに思ってたりしました。1歳ぐらいまではね。で1歳で夜泣きもなかったんですよ、ほとんど。で1歳半ぐらい、2歳ぐらいかな、2歳ぐらいからは逆にもうすっごい手がかかる、もう全然じっとできないし、もう言うてることも分からへん。ほんでご飯も自分で食べようとしない、自分でスプーンとかフォーク持って食べようとしないし、手で掴もうともしないから、ずっとご飯を食べさせてた。食べる 食欲はあるし、食べるの大好きなんやけど、自分で食べるっていう概念がそもそもなくって、ずっと2歳半保育園入るぐらいまでは食べさせてましたね。2歳過ぎたぐらいから夜寝なくなったんです。夜寝なくなって、寝ては1時とか2時に起きてきて、でそっからもうすごい飛び跳ねたりとか暴れて、別に機嫌が悪いわけではないんですよ。もうすごいハイテンションになって暴れて、それを朝の5時とか6時までもう暴れ続けるっていう生活が毎日だから、もう睡眠が取れない親が、その当時って1LDK とか 2LDK とかのハイツとかに住んでたから、もう寝る部屋が一緒なわけですよ。その一緒の部屋で一人だけずっと暴れてる。でそれに耐えながら、もうほっとくしかないから、もう縛り付けるわけにもいかへんし、だからそれに耐えながら親は寝るんやけど、もううるさくて寝られへんみたいな感じでした。で途中でうんちしたりとかもするし、だから寝てたら
勝手におむつ脱いでたりとかもするし、なんか触ってたり排泄物を触ってたりとかもする場合があるから、寝るに寝られへんみたいな。でも沈めることもできないみたいな。で2階に住んでたから下の人からも苦情来たりとかして、その夜中暴れる問題がすごい深刻化していった。もう体力もついていくし、体も大きくなっていくし、声もでかくなっていくから、最初もうちっちゃい時のぴょんぴょん飛ぶのとは3歳4歳とかになっていくと全然わけが違って、すごいうるさい夜中に。でもそれを縛り付けることもできへんからどうしようもない。で下の人にもこういう状況なんですっていうのを理解してもらうしかない、説明してっていう感じで、その夜はしゃぐ問題がすごいしんどかった。私がいろいろ手はかかったけど一番しんどかったのはそれかな。それと排泄物で遊ぶっていう問題かな。おむつも全然もう外れる気配はいまだに、もう今5歳、今年6歳になりますけど外れる気配は全然なくって、そこもすごい気になってるところだったりとか、発達障害っていうそうなのかなって内心思ってるけど、いや大丈夫大丈夫って言い聞かせてた時期がすごい長くって、でそこからいざ診断を受けるに至った経緯っていうのはやっぱ保育園に入ってから、2歳児クラスから保育園に入れたんですよ。保育園に入れて保育園に入ったんやけど、もうそこで決定的に、私の中でも決定的になったんですよね。もう他の子がもうすごいいろいろできるんですよ、自分のことが。もうそれこそトイレもできるし自分の身支度とかも全然できるんですよ。でもうちの子は全然できないし喋れないし意思疎通もできないってなった時に、もうなんか明らかに違いすぎる、もうレベル的に言うともう1歳児なるかならへんかぐらいのレベルなんですよ、自分の子だけで。それで先生もすごい心配してくださって、でその保育園の発育相談の先生みたいな、巡回相談の先生みたいなのが毎月来るから、その先生に相談してみませんかって最初言ってくださって、でもうそれまででも発達障害やったとしても個性やしなみたいな、だから別に大丈夫みたいな感じで、もう無理やりポジティブに考えようとしてたんやけど、でもちょっと相談してみようかなって思って相談した時にいろいろ教えてくださって、でここの病院に行ったらいいよとか、市に相談して発達検査を受けてみませんかとか、療育手帳の話とかいろいろ教えてくださって、でその発達専門の小児科みたいなのがある病院、この辺では有名なその発達障害の子はそこに行くみたいな病院があって、そこに行った時にもうすぐ部屋に入ってもの数秒って感じですよ。もうパッと岩を見ただけで自閉症やと思いますっていうのを言われて、でやっぱりかって思いました。それでもうそこまでは自分のなんていうの、自分が気にしすぎなだけとか、なんか大丈夫大丈夫みたいな、他の子より遅いだけみたいな感じで自分を言い聞かせていたのに、そこでいざ病名を突きつけられたわけですよ。自閉症ですって言って、でそっからもうなんか現実を受け入れざるを得ない。そっからいろんな話が進んでいく。療育手帳の申請だったりとか、受給者証の申請だったりとか、療育を受ける話だったりとか、もう勝手にどんどん話が進んでいくわけですよ。もう現実を受け入れざるを得ないし、もうその自閉症って言われてから3日間ぐらいもうずっと泣きました。もう朝から晩までもう意識したら涙が出てくる。もう泣き明かして、もうすごい悔しいし悲しいし、なんか自分が悪かったんかなとかっていうのも思ったし、
なんかすごい泣いて、でも3日間泣いてなんか吹っ切れたっていうか、現実を見るしかないって思って、なんかこの自閉症であるユアっていうのを受け入れてあげないと、この子がなんかダメな子って言ってるのと同じになってしまうっていうか、私が自分をこうやってくよくよ責めてる期間が長ければ長いほどユアのことを否定してることになってしまうって思ったんですよ。だからちゃんとこの今のこの自閉症のユアっていうのを受け入れた上で、どうしていったらいいのかっていうのをちゃんと考えていこうって思って、3日間気が済むまで泣いて、で吹っ切れて前を向けるようになって、だんだんこのまんまのユアっていうのを受け入れていけるようになった感じですね。だからやっぱり発達障害かもしれへんなって、グレーの間ってなんか自分の子ちょっとおかしいなとか、他の子となんか違うなとかって思い始めるのって、やっぱり1歳過ぎたあたりからじゃないのかなって思うんですよね。でそっからでも2歳ぐらいになるまででもちょっと発達が遅いだけかなって感じで、様子見、大丈夫大丈夫って自分に言い聞かせる時期やと思うんですよ。でなんか自分の子が発達障害なんて受け入れたくないとか、障害児やったらどうしようとかって、普通の子であってほしい、何をもって普通かっていうところなんですけど、普通の子であってほしい、定型児であってほしいって思うのが普通やと思うし、だからなんていうの、グレーな時期がすごい長いと思うんですよね。受け入れ、親が発達障害かもしれへん、病院に行ってみようって思えるまでの時期ってすごい長いと思うんですよね。でも私が振り返って思うのは、やっぱりちょっとでもおかしいなって思うところがあるんやったら、早く病院に行って検査を受けて、でちゃんと認定が下りて、療育に少しでも早く通い始めるっていうことがすごい大事やと思うし、その療育ってすごい本当に必要なもので、いろんな療育の園があると思うけど、素晴らしい園もたくさんあるから、いろんなところを見学して、その子の進路じゃないけどどうしていくかっていうのをしっかり決めてあげて、早く療育を始めるっていうのはすごい大事やと思うから、勇気を出して早く行ってあげてほしいなって今私が振り返ったら思います。だからこの動画を見てもらった方も、そういう一歩を踏み出す勇気になればいいなと思うし、何かきっかけになればいいなと思ってこの動画を撮りました。またゆあちゃんの日々の様子とかを配信していくので、楽しみにしていてください。今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。